はいどうも、ポチです。舞の高いによって覚醒したマキ。もし最後のセリフが事実だとすれば、今後死滅回遊でも虎杖たちと一波乱あるかもしれません。ということで本日も150話の考察を行っていこうと思います。本動画は最新話までのネタバレを含みますのでご注意ください。また本日も21時から YouTube ライブを行いますので、お時間がある方はぜひ覗いてみてください。それでは早速やっていきましょう。レッツ領域展開。一瞬で奥義を撃破したのもつかの間、舞との最後の約束を果たすため再び動き出すマキ。その動きはやはりあの直哉と仁一の耳にもしっかり届いていました。ランタから現在の状況を知らされた直哉と仁一。148話では奥義が計画したマキたちの殺害に賛同していた2人なんですが、その反応から察するにまさか奥義がマキに負けるとは夢にも思っていなかったみたいです。つい数分前にマキと会話した際には完全にマキを舐めきっていた直哉。今後そんなマキに直哉がボコボコにされるかもしれないと思うと、さすがにニヤニヤが止まりません。マキの処理に当たることになったククル隊。その隊長である善院信明は未だにマキがまさか奥義を正面から撃破するほど強くなったとは思っていないみたいです。術式を持たない全員家男児が入隊を義務付けられているククル隊。全員家の血を継いでいながら術式を持っていないということを考えると、天与呪縛持ちの隊員も何人か所属していそうですよね。かつてマキも席を置いていたとされるククル隊。おそらくククル隊のクルはクルソン仏という仏様から来ていると思うんですが、クには死体というような意味もあるんで、ククルという名前はあまり明るい意味ではなさそうです。50人近くはいるククル隊に囲まれてしまったマキ。おそらく天与呪縛を受けている隊員も混ざっていることからかなりの接戦が予想されたんですが、その結果はマキの圧勝となりました。少し遅れて現場に到着した信明もそろそろ隊員が捕まえたかなくらいの気持ちで到着したと思うんですが、ククル隊が全滅するというまさかの光景を目にしてかなり動揺していました。マキが過去にククル隊に席を置いていたことから、かつてのマキの上司にあたる信明、過去のマキについてもよく知っているのを考えると、びっくらポンだぜというのもわかる気がします。マキにあっさりと全滅させられてしまったククル隊。しかしそこにさらに新たな刺客が送り込まれます。ククル隊の上位組織である兵、準1級以上の実力を認められた者たちで構成されている組織みたいなんですが、呪術師のほとんどが2級や準1級で頭打ちになることを考えると本当に精鋭部隊ですよね。特産の影棒術でも投射呪法でもない術式を使ってきた兵の長寿郎。全員家が強力な術式を取り込みながら大きくなった歴史を考えると、まだまだ未登場の術式が全員家には隠されていそうです。長寿郎の術式を難なく破壊するマキ。長寿郎と信明さえも撃破し無双しているマキの前に、全員家の最高戦力である仁一とその部下であるランタが現れました。目を使って対象を縛る術式を扱うランタと、無数の拳のようなものを具現化させる術式を扱う仁一。2人とも相当な実力者であることが予想されるんですが、マキはゴリ押しでその状況を打開していきます。呪力だけではなく呪術的には半身であるマイすらも失ってしまったマキ。単純なフィジカルギフテッドの代償としてはもしかしたらパパグロよりも大きいのかもしれません。無双するマキと必死に応戦するランタと仁一。そのあまりに強力なマキの姿を見たランタはパパグロにまつわる衝撃的な発言をします。全員家での扱いがひどかったため家を出てしまったパパグロ。てっきり全員家はパパグロのことを下に見ていると考えていたんですが、どうやら全員家はパパグロがかなり強いということをちゃんと認識していたみたいです。149話で奥義との因縁が示唆されていたパパグロ。もしかしたらパパグロが全員家を出る際に何かしら大きな事件が起こっていたのかもしれません。襲い来る刺客たちを次々と撃破し、仁一とランタまで倒したマキの前についに現れた善院直哉。
ニヤニヤしながら人の心はないのかとマキに問いかける直哉に対し、マキは少し意味深な返答をしています。マキの全てを持っていくと話していたマイ。149話の時点では主に呪力や全員家に固執する目的を持っていったのかなと考えていたんですが、もしかすると本当に一部の感情まで持っていっている可能性もありますよね。未だに人間を殺害することに抵抗がある虎杖と全員家の人間たちを問答無用で殺害しているマキ。もし本当に人間を殺害しても何も思わないようにマキがなっていたとしたら、死滅回遊で虎杖と意見が食い違う可能性が出てくるかもしれません。今まで本当に様々なバトルシーンがあった呪術廻戦。中には結構エグいシーンもあったと思うんですが、今回の仁一の生首を池にぶん投げるという演出は特にエグかったなと思ってしまいました。というのも、原型がわからないくらいまでボロボロになるよりも、ある程度原型をとどめた状態で見せつけられる方が現実味があって怖くなってしまいますよね。最近今までとは少し作風の濃さが変わってきたように感じるこの作品。個人的にはハンターハンターや進撃の巨人が本当に好きだったんで、ぜひこれからもこの作風を続けていってほしいなと思っています。大量に新キャラが登場し、大量に新キャラが脱落していくというはちゃめちゃな展開だった150話。次回はいよいよ皆さんお待ちかねのマキ VS 直哉だと思うんですが、おそらく直哉は何かしらの抵抗を見せてくると思います。ただ、ダゴンを一瞬で倒したパパグロ並みにマキが強くなっているとなると、長宗に負けてしまった直哉が勝てるとは思えません。なので、マキが直哉を任せる。呪具は手に入ったんで全員家を後にする。マキが死滅回遊閉店に向けて再び動き出すという流れになるんじゃないでしょうか。もちろん授業を漁るために直哉を生かす可能性もあるんですが、正直武器は揃っているんでその可能性は低いかなと考えています。全員家の戦いは来週で終わると思うので、他の高専メンバーがまた登場するのも非常に楽しみです。ということでいかがだったでしょうか。次回の予告に全てを破壊したマキと書いてあることから、ある意味ほぼネタバレみたいになっているんですが、個人的にはこれはこれで面白いかなと思っています。150話の途中が今回はネームみたいになっていたので、ちょっとだけハンターハンターを思い出してしまったんですが、芥見先生にはなんとか体調に気をつけて連載を続けていってほしいなと切に願っております。それでは本日はここまでにしようと思います。ぜひチャンネル登録やグッドボタンも忘れなく。次の動画で会いましょう。バイバイ。